結構ナチュラルに盛れるのを日々やってると思うので、真似してみてください。こんにちは、南方ゆいです。今回は毎日メイク久しぶりにやってみました。ぜひ見てください。どうぞ。今回のカラコンはヴィーナスアイズさんのメガヌーディーグレーです。これはですね、直径 14.5mm なんですけど、4色ぐらい混ざってるグレーなので、結構ナチュラルな発色のグレーなので、普段使いにいいなと思って最近よく使っております。次にコラックスメナードのですね、美容液を塗っていきました。これはですね、夜とかの時のスキンケアにも使うんですけど、コラーゲンが入っているもので保湿能力が高いので、ファンデーションの前に塗っていきました。お次にベース塗っていきました。メナードさんのエンベリエなんですけど、これもしっとりタイプのもので、色もあんまりつかないんですけど、保湿効果を高めるのとよれづらくするためにこちらを塗っていきました。お次に RMK ジェルクリーミーファンデーション101番を塗っていきました。これいつも使っているものなんですけど、本当にずっと使ってても毎日いいなと思うので、毎日メイクで使っていきます。次にコンシーラーメナードのものを使っていったんですけど、ハケタイプになっているので伸ばしやすいし、いろんなところにつけやすい、そして崩れにくいっていうのがあって、何年か愛用し続けているものです。次に AC パウダーを塗っていきました。顔の外側だけ塗ったんですけど、肌色で色がついているので、シェーディング効果も含めてこの外側だけに塗っていきました。で、私は結構ベタベタするのが嫌だけど乾燥肌っていう悩みがあるので、保湿をいっぱいして顔の周りだけを髪がついて嫌だから、これですごいはたくみたいな感じでつけていきます。シャネルのフェイスパウダー塗っていきました。こちらは白いものなので、さっき外側に塗ったので内側に軽くポンポンと塗るとキラッとふわっとするんですよ。ちょっと擬音になっちゃうんですけど、そんな感じが気に入っているので、これは結構顔の中心のところにさらっと塗っていきました。お次にマキアージュのファンデーションを使いました。これは気になる部分、赤み隠したい部分とかクマの部分とかニキビとかの上に重ねていきました。ちょっとしっとりしたパウダーなのでよれづらいっていうのもあるし、ふわっと効果が出るってみんな口コミでも人気で、買ってみたらそんなふわっとした感じになったので、これを結構ずっと買ってから愛用しております。アイブロウです。ケイトのペンシルタイプ細いものなんですけど、しっかり眉毛を描きたくなって最近なので、ペンシルタイプに戻して結構明るいお色味のものをいつものように眉山まで平行にして、眉山からちょっと下げる。で、下げるのもあんまり長すぎちゃうとキリッとした印象とか顔が大きく見えちゃったりとかあるんで、眉山からはあんまり 1.5 センチとかぐらいしか伸ばさないっていう風に描いていきました。次にアイブロウマスカラを塗っていきました。キスミーさんのものなんですけど、色も結構明るめのものなんですけど、ブラシがよく眉毛に馴染みやすいので、こちらのものを永年愛用しております。デルチュアートさんのアイカラーを使っていきました。これはですね、クリスマスコフレで買ったものなんですけど、中がこう6色入ってるんで、この6色を使っていきました。まずですね、左下の明るいブラウンの方をアイホール全体とちょっと目頭寄りですねと、あと涙袋のところに塗って、その後2番目に濃い茶色を目の上の3分の1くの字下にもやって、こう横に印象付け、縦に印象も出せるより横の方がドーリーな感じになるので、
横に入れて、目頭のくの字、これもずっとやってるんですけど、横に伸ばすとどうしてもなんか目が離れてる風に見えがちなので、それをちょっと軽減させるために目頭に白いキラキラを入れました。最後に涙袋をもうちょっと際立たせたいなと思って、ピンクを使って涙袋のちょうど真ん中らへんをポンポンとのせていきました。まつげを上げていきました。なんかこのビューラーをもらったんですけど、これがすごい便利で、ポーチにも入れやすいし、ここからねこう上げれるんですよ。結構プラスチックだからチープな感じで使えないんじゃないかと思って使ってみたら、すごいまつげ上がって、それからまつげ上げない派の人間だったんですけど、結構上げる回数が増えるぐらい最近の推しです。3箇所に分けて、目頭よりの3箇所と目尻よりの1箇所みたいな感じでカールするように上げていきました。お次、メイベリンさんのマスカラ塗っていきました。これはボリュームとウォータープルーフと、あとねカール持続みたいなのが入ってた気がするので、これでさっき上げたまつげのカールを結構長時間キープできるものなので好きで、中学生ぐらいから使っているかもしれないということで、結構デイリー用に使っております。アイライナーを描いていきました。K パレットのものの一番薄いブラウンを使いました。筆のタイプなんですけど、日にもよるんですけど、まつげの上げ方とかで、そのまつげとまつげの間が気になるときはその間を埋めるように塗りますけど、基本は目尻と目頭ぐらいしか描かないです。で、目尻は垂れ羽が好きだったんですけど、最近はそのままスーって下ろしてます。そうした方がなんか最近目の調子的に目が大きく見えるので、私はスーッと描いていきました。お次はケンメイクさんのチークなんですけど、結構赤みがかったピンクを使いました。これ専用のブラシ使ったんですけど、ちっちゃめなのでなんか自分の思ったところに置きやすいっていうのもあって、結構付属のブラシを愛用しております。そして頬の高い位置、目尻の下らへんに丸くのせるのが好きです。なんかこれがちょっとでも下がると老けて見えちゃったりとかするので、頬の位置を高く見せるみたいな意味も込めて、上の方にこちらのチークを塗っていきました。最後にリップグロス塗っていきます。さっきデルスチャートのクリスマスコフで語ってたんですけど、その中に入ってたグロスです。あんまり色はつかないんですけど、テカテカになるし、キラキララメも入ってるんですよ。なんでこれをたっぷり塗るのが好きで、なんか油物食べ過ぎちゃったぐらい塗りました。ヘアメイクは間違えました。もう一回いきますはい、今回の髪型はウィッグをかぶりました。ウィッグはですね、ミディアムっぽいゆる巻きにパッツンのウィッグは結構何のお洋服にでも合わせやすいので、こちらを結構デイリーで使用しております。そしてベイビーさんのジャンバースカートとお揃いのカチューシャのリボンをつけました。結構ウィッグだともっさりしやすいので、顔周りの毛と後ろの毛とこう分けて耳にかけてあげると馴染みやすいです。皆さん毎日メイクどうでしたか？結構ナチュラルに盛れるのを日々やってると思うので、皆さんぜひぜひ真似してみてください。今回の衣装は毎日メイクということだったので、結構ナチュラルめなベイビーザスターシャインブライトさんのジャンバースカートとカチューシャをつけました。そして私 SNS もやっておりますので、インスタとツイッターと Facebook みなかたゆいかみなゆいで検索してもらえれば出るので、ぜひぜひフォローなどなどしてください。そしてこのチャンネルも登録ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、そして他の動画もたくさんあるので見てみてください。ではバイバーイ。